皆さん、今日とんでもない人が私の隣に来てくださっています。チェリストの宮田大さんです。宮田さん、本当にありがとうございます。来ていただいてよろしくお願いいたします。大ファンです。ありがとうございます。YouTube を見させていただいてます。嬉しいです。ありがとうございます。勉強になりますね、いろいろね。いやー、恐縮です。そんな言っていただけるのちょっとニヤニヤが止まらないです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。冒頭テンションが上がってしまった私ですが、ご覧の通り今回私の推しのチェリスト宮田大さんが来てくださいました。宮田大さんを知らない方のために簡単にご紹介しますと、1986年に生まれ、3歳からチェロを始められて、その後数々の賞を受賞。2009年にはロストロポービチ国際チェロコンクールで日本人初の優勝を果たしました。これだけではなく、なんと宮田大さんはこれまでに参加したコンクール全てで優勝を果たしているという圧倒的なチェリストです。日本で一番チケットの取れないチェリストと呼ばれるほどファンも多く、宮田さんの出るコンサートはチェリストとしては異例の満席続き。さらに世界的な指揮者小澤征爾さんをはじめ、多くの指揮者や作曲家、演奏家たちからも大絶賛される音楽家なんです。まさに名実ともに圧倒的で唯一無二の演奏家なんです。さて、そんな宮田大さんが今回厳選クラシックチャンネルに出演してくださるということで、たくさん質問してきました。本当にどのお話も興味深くて、カットするところがほとんどなかったので、今回は2本立てでお送りします。今日のこの動画は前編で、主にチェリスト演奏家としての宮田大さんに迫りました。次の後編では少しプライベートに踏み込んだお話、ぜひどちらも最後までご覧ください。宮田さんがチェリストを目指されたきっかけがあったら教えていただきたいです。そうですね、最初チェロから始めたわけではなくて、バイオリンから実は始めていて、というのも私の母がバイオリンの教師で、父が、チェロの教師で、鈴木メソッドという、ところで、所属していて、ちっちゃい子たちを教えてるんですけども、その流れからまずはバイオリンをやってみたんですけど、その時が2歳の頃やって、ただ2歳の頃ってやっぱり落ち着きのない子だったみたいで、歩き回っちゃったりとかして、でバイオリンは立って練習したりするので、もう本当に落ち着きない子だから、あとは座って練習しなさいって怒られて、でそれでチェロに変わって、でそれが3歳の頃に座って練習するチェロを選んで、そこから今長続きしているっていう感じですね。今までチェロを続けてきているその魅力ってどんなところにあるんですか？そうですね、やっぱりチェロという楽器のまず音がやっぱり自分は好きですし、チェロってやっぱり一番人間の声に似ているってよく言われるので、そういったところからは、自分の思ったり自分の言いたい言葉っていうのがチェロを通して出てるような気がするんですね。自分一人っ子なんで、いろんな人とつるみたくなるんですよね。でチェリストっていうのは結構チェロアンサンブルっていうのも、あるぐらい、みんなで集まって何かやりたいっていう人たちが多いのがチェリストが多いんですよね。そういう人たちがやっぱりこの年になってくると、やっぱり人から教えてもらえることがだいぶ少なくなってくる年だったりするので、そういった時に自分で何かいろんなことを感じて、なんか間違いかこれは正しいのかっていうことを、音楽で正しい間違いってあんまりないんですけど、ちゃんと自分の感じたことがちゃんと音になってるかっていうことをチェックするために、チェロアンサンブルでいつも練習してたりすると、隣でやっぱりいろいろと言ってくれたり、自分が思ったことを言ったりとか教え合ったりとかもできるので、だからみんなで助け合えるっていうのはチェロならではだなとは思いますね。チェリストとしても性格性としても合ってるのかなと思うし、低音を支えたりとか、
一番美味しいところで作曲して書いてメロディー入れるところがチェロパートだったりするんですよね。一番泣けるポイントとかここを聴かせたいっていうところがチェロを選んでくれたりする作曲が多いので、チェロやっててよかったなって思う時もありますね。今このお持ちのチェロの楽器すごく特別なものとお伺いしてますけど、上野製薬株式会社から、お借りしているんですけども、ストラディバリウスという、作者が作った1698年のシャモニーというタイトルがついている楽器ですね。でもストラディバリウスって言ったらね、よく某番組でこれねA か B かでこうやってらっしゃるようなところにも出てくるような楽器ですけども、すごく有名な素晴らしい楽器ということもあって、なんかこうお客さんに伝わってるヘルツ数が違う気がするんですよね。小さな音弾いてるのにもかかわらず会場の一番後ろまでこう届いていたりとか、あとはある時にレコーディングしてる時にそのある音だけが収録できないみたいな時があって、っていうのはその音だけガタガタ音がしてしまうんですよね。でマイクが震えてたわけではなく、その音らがなんか収録しきれなかったみたいな時も過去にあって、やっぱ不思議な魅力があって、やっぱり素晴らしい楽器だなって思いますし、チェロはもう今現在50丁ぐらいしか世の中にないので、より一層ね体も大きいですし、すごく貴重な楽器なのかなと思うね。本当にだからこれをお借りできてることがすごく嬉しいなと思いますね。弾いてる感覚は違うんですか、他と？やっぱり自分が感じて演奏しているものをはるか倍増してそれをこう伝えてくれてるような気がするんですよね。だから本当に楽器を鳴らそうとか楽器がなんちゃらとか思うよりは、楽器を信じるとなんか本当にそれを実現してくれるっていう感じがありますね。宮田さんが演奏される時大切にしていることがあったら教えてください。その質問につながるかと思うんですけど、デビューはいつなんですかっていう結構質問をいただけることがあって、でそのデビューっていつなんだろうって思ってた時に発表会と演奏会の違いに気づいて、で発表会から演奏会に自分の意識がなった瞬間にプロになったというか、自分が今まで練習してきたものを発表する場じゃなくて、自分が今感じたことをお客さんの前で演奏する場がやっぱり演奏会だと思うので、そういったところからやっぱり練習しているものを成果発表するんじゃなくて、自分の中に頭の中にたくさんボキャブラリーあるものを今日何出そうかなとかって思いながら演奏するのが一番いいと思うので、心がけてるのはやっぱり一期一会の世界で弾くっていうことが、自分の中で大切にしていることかなと思いますね。今の話でもう少し聞いてみたいのが、演奏会とコンクールってよく、比べられると思うんですけれども、宮田さんはもう数々のコンクールでも受賞されていらっしゃいますけど、ここの2つの違いってどんなふうに見ていますか？コンクール受けてる時は全然自分気づいてなかったんですけど、例えばロストロポービッチの、コンクールを2009年に受けて、優勝させていただいた時っていうのは、審査員の先生方全員が私のところに来て、今日コンサートを聴きに来てるみたいだったっていうふうに言われたんですよ。でそれって普通じゃないのかなと思っていった時に、言葉っていうものが自分の中で大切なことだったんだなっていうのが思って、っていうのはやっぱりコンクールでもやっぱり演奏会のようにお客さんのために演奏する、あとは自分の成果を発表するんじゃなくて、お客さんに伝えたい、なんかどんな気持ちなのかっていうことを楽器を通して音楽として伝えたいっていうことをすることによって、コンクールでね、やっぱり点数がついてしまいますけど、それがスタートラインであって、それからの音楽人生長く生きていけるような演奏会になるのかなと思うので、コンクールもやっぱりコンサートと思うっていうのが一番のポイントかなと思いますね。今のお話をお伺いしていると、宮田さんの演奏にはいつも相手がいるようなイメージが浮かんだんですけど、喋って言葉で伝えるっていうのは結構苦手な方だったりするんですね。そうなんですね、見えませんね。でなんか一つ一つ言葉のチョイスをしようと思うとちょっと詰まってしまったりとか、あとは難しい自分がいるんですけど、楽器を通すとやっぱり押し付けがましくなくバーってなんか自分の気持ちを伝えられてるような気持ちになるので、なんかそういう時は楽器やっててよかったなとは思いますけどね。演奏している時はどんなことを考えながら思いながら演奏するんですか？そうですね、
結構五感はやっぱり刺激自分の中でしながら演奏していて、舞台に上がってきた瞬間に香水の匂いが例えばした時にはその香水の匂いの感化されてその匂いのイメージで演奏したり、また直前にカツカレー食べてたらカツカレーのようなパワフルな演奏になったかもしれないし、ぜひ練習のこともお聞きしたくて、宮田さん一日のスケジュール、例えば1週間とかスケジュールの中で練習ってどんな風に組み込んでらっしゃるんですか？やっぱり練習時間ってね、なんか昔20代の頃とかっていうのはたくさん練習できたんですよね。なんかパワーもあり溢れてたし、あとは自分が不安だし、だから練習しないともう気が済まないというか不安でしょうがなかったっていう時期もあったと思うんですけど、今はやっとこうなんて言うんでしょうね、次の日にどんだけこう残せるか、自分が今感じた演奏を今して次の日またそれがステップアップできるというか、なんて言うんでしょうね、弾ける練習をするよりは図書館の中に本が一個ずつこう収められているようなバッハの無伴奏の曲やったりとかするときに、例えば今日はじゃあ草原の中で弾いてるようなイメージで緑色のなんかこう絨毯の上で弾いてるようなイメージのものは今日演奏してイメージついたら、じゃあそれを一つ本棚にポンと入れて頭の中に入れて、じゃあ次の日はじゃあその草原のところにちょっと雲がこうわーって大きな雲が来てなんか雷が来そうだなっていうドキドキするような不安な気持ちで今日は演奏してみようとかで、それが一つボキャブラリーとして増えていくみたいな、一つずつこうなんていうんでしょう、本を増やしていくというかボキャブラリーを増やしていくっていう練習を心がけてしていくと、本番の日にたくさんこういろんなイメージがこの曲についてくるんですけど、それを舞台に上がる瞬間に全部こうそれを洗い流してまっさらな状態になったことを自分で感じて舞台に上がっていくと、その五感、先ほど申し上げたみたいに香りが香ってきたりとか、お客さんの笑顔が見えたりとか、そういった時にいろんなどのボキャブラリー出そうかなっていう一期一会の世界で演奏できるっていう感じになるのかなと思いますね。宮田さん、先ほどから言葉とかボキャブラリーっていう言葉をよく使ってらっしゃると思うんですけど、宮田さんにとって言葉とかボキャブラリーってどんなものなんですか？イメージをたくさん持つことによってなんかいろんな先生方からもやっぱり美味しいものをたくさん食べなさいとか、たくさんいい絵を見なさいとかっていうのも自分が好きだなと思うことに没頭しなさいっていうことなんですよね。その一つ一つの例題としてもあるんですけど、なんで自分の興味があることに対してもう一生懸命それに対してこう感情をぶつけていくことによってたくさんのボキャブラリーが増えてくると思うので、なんか自分が美しいなとか綺麗だなとか好きだなと思うことに対して一生懸命こう感じたりとか考えることによってなんかボキャブラリーが増えていくので、そのボキャブラリーっていうのが自分の個性とか自分の持ってる音色とか音楽性とかに結びついていくのかなとは思いますね。この綺麗とか好きとか宮田さんの心を刺激しているものって他にどんなことがあるんですか？そうですね、なんか意外にその綺麗なものを感じるためにはちょっと汚れたものとか、例えば感情としてはちょっと辛いものとか、やっぱりなんかみんな人間苦労しなさいってよく言うじゃないですか。なんかその意味っていうのがよく感じてて、なんか自分が苦労したりとか、先ほど申し上げたみたいに雲がやってきて雷が鳴ってくるんじゃないかとか、ちょっと不安要素を入れることによってその雲が晴れていってファッと光が入ってくる時の美しさがより一層何十倍も感じることができる。想像でしかお話できないですけど、例えば貧しい国でマッチを売っている少女がいて売れないなってなってる時になんかマッチ1本シュッと吸って温かいって思う気持ちって自分は味わったことがないですけど、その子からしたら本当に温かいと思うんですよね。ただ今はヒーターとかいろんなところに温まる方が自分は温かいなと思うけど、ちょっとした温かさの大切さとかをイメージだけでも感じることによってなんか音楽性っていうのが広がっていくと思うので、だからそういったところからちょっとこうマイナスなこととプラスなことをいろいろ合わせて感じることによってより一層なんかお互いが引き立て合うっていうか、美しいものを感じる前にちょっとこう大変なマイナスな気持ちをちゃんとかみしめることによって美しさが本当に美しく感じるっていうのは感じますね。
宮田さんの話聞いてるとどんなことも悪いことじゃないのかもって思えてきますでもプラス思考ではあるかもしれないですね。どの曲もそうですけど、ストーリーがあると思うんですよね。単調というかマイナーなハーモニー、暗いハーモニーを書いた理由っていうのが、例えば涙流しててなんか怒られて涙流してるのか、誰かにそれの姿を見て大丈夫だよっていうふうに言われて嬉しくて涙流してるハーモニーかもしれないし、だからその作曲家の音楽できた時のハーモニーとかそういうところもこういろんな角度から見ていくことによって、マイナス面からプラス面から見ていくと音楽のこう深さが出てくるかなっていうのは感じますけどね。私の宮田さんのイメージって本当にもうスタートしてもう輝いてらっしゃって、もう自分で登る階段がなくて作っていらっしゃるような方だなって思ってるんですけど、宮田さんにも挫折ってありましたか？挫折はやはりあってというか、毎日やっぱりこう練習してて、満足いく演奏ってなかなかできないんですよね。でコンサートでももう 100% の演奏はいつもしてるけど 120% の演奏ができないんですよ。いつも自分はこう 100% の気持ちで演奏してるんですけど、それを超えてこれないんですよね。こう自分が今感じたことをお客さんの前で演奏してるから、なんか音程とか外れてもそれって減点にならないんですよね。なんか今感じたことを表現したから、それがちょっと音程が低くなってるかもしれないし、それが味になったりとかすると思うんですよね。それよりも音程がしっかりと出てて、演奏のこう気持ちが伝わらない演奏っていうのが一番良くないと思うんで、 100% 出し切ったものから120出すと、自分の中では100点満点になれるような気がするんですよね。あえて聞くと 100% と 120%、 その20ポイントの違いって一体どこにあるんですか？もう何もかも忘れて、その音楽に対してこうのめり込めて、なんていうんでしょう、やっぱり演奏している時にもうちょっとでこう飛ぶところが来るとか、怖いところが来るとか、練習した成果が弾けるかなとかっていう後追いの音楽になっちゃうんですよね。後追いの音楽で後追いの音楽してると、もう一気に 120% じゃなくなってくる。やっぱり今感じてないじゃないですか、それって音楽を。でお客さんは音楽聴いてて、例えば10分ぐらいの曲でも10分間ずっとお客さん聴いてるわけなのに、その一瞬たりとも感情をおろそかにしちゃいけないのに、その時に後追いの音楽してしまったことによって、ってなっちゃうんですよね。そんな宮田さんが今後挑戦したいこととか、ビジョンとして掲げてらっしゃることなんかがあったらお伺いしたいです。いろんな世代の方にこのチェロという楽器の音とチェロの作品と、またチェロの可能性を伝えていきたいなって思うので、いろんな世代の方に見て聴いていただきたいなっていうことと、息の長い音楽家でいたいなっていうためには、健康診断ちゃんと受けて健康維持をしてっていうこともありますし、またあとはいろんな職業の人といろんな楽器の人と話したりコラボレーションすることによって、自分の知らなかった世界っていうものがもっと感じることによって、また違った演奏が明日できたらなっていうのは思いますね。具体的な目標みたいなものってあるんですか？今現在感じる音楽を今精一杯やるっていうことですかね。やっぱり高望みはせずに自分の感じたことをやるしかないっていう感じですかね。自分が経験してないことはできないし、自分は今まだ40代にはなってないので40代の演奏はできないし、先輩方とか先生方の演奏ってやっぱり真似できないなと思うし、素晴らしいなと思うんですよね。人それぞれね、違う道を生きながらっていうのがあって、でそれは自分はいろんな経験をすることなのかなと思って、いろんなコラボレーションとかいろんな人と話すことが一つの手段かなとは思ってますね。そういう今お話しいただいたような感覚って若い頃も宮田さんそうだったんですか？やっぱり両親がその音楽教室というかチェロとバイオリンの先生やってたので、自分の自宅の上でレッスンしてたんですけど、で上に呼ばれたらすごく大人の方々と一緒に同じ曲一緒に弾いてみたりとかで、その時にいろんな刺激をもらったり、すごく可愛がってくれたりとかしてたので、いろんな人と喋るっていうことがやっぱりずっと昔からあったと思うんですよね。宮田さんって
本当に出るコンクール優勝されてらっしゃるじゃないですか。そういう方がそのコンクール上を目指すっていうことじゃなくて高望みをしないって言ったのがすごく私、ユニークな発言だなと思って聞いているんですけど。コンクールは大変ですよねだし受けないといけないことでもあるし、そうあの時代は大変だったなと思いますし、まあね、音楽家としてねコンクールが必要かどうかはね難しいんですけど、やっぱりいろんな方々に知っていただける機会としてもありますし、で今ちょうど毎年8月に京都のロームミュージックセミナーっていうのがあって、2021年に2回目をやって、で2022年に第3回目を迎えるんですけども、もうすごく実力のある若い子たちも受けてくれたり、全然面識のない方々も応募してくれたりとかして、でたくさんのね演奏を聴いて、こんなアプローチの仕方があるんだって思って再発見することが多いので、やっぱり教えてもらえることがなくなってきた分、いろんな人たちの演奏を聴いて、で自分も吸収して自分も恩返ししてっていう感じの時間も今後大切にしていきたいなと思いますね。さて前編はいかがでしたでしょうか。宮田さんの演奏が聴きたくなった、宮田さんのお話に刺激をもらったという方はぜひグッドボタンで教えてください。感想はコメントでお待ちしています。そして続く後編では少しプライベートなお話や生演奏も皆さんにお届けします。ぜひチャンネル登録をして楽しみにお待ちくださいね。それではまた次の動画で。ブラービー。